お姉様の家にお泊まりして起きたらお姉様は出かけてて置いてあった手紙を読んだら町田商店が年に1回の感謝祭としてラーメン1杯500円で提供しているのでそれに行ったことを知りお姉様の匂いを頼りに追跡するライスシャワー。あ、もう朝か。ふふふ。昨晩はお姉様と燃え上がっちゃったな。どうせライスの気候でネットが炎上したんだろ。これだろ。人間の手で破れる素材でできたレプリカ勝負服だ。くそー、なんでこんなことやってるんだろう。くそー、これもライスのためなのよ。服を思い切り引っ張ってるのに体幹が全くぶれていない。次のセリフを忘れるお姉様。ごめんねライス、ここまでにしておきましょう。やめないで。この育成イベント終わったらステータスどうなるの？根性が上がる、ソースはスキルインラブ。って、朝だと思ったら10時過ぎか。ちょっと中途半端な時間かも。じゃあお姉様と一緒にシャレオツなブランチでも決め込んじゃおうかな。お姉様、おはよう。あれ？もしかしてお手洗いかな？それともお風呂？ちょうどいいや、ライスも一緒に入ろっと。風呂はともかくトイレは無理だろ。馬娘をご意識で測るな。お姉様がいない。どういうこと？ライスを置いてどこに行っちゃったの？もしかしてライスに愛想をつかしちゃったの？一緒にトイレに入ろうとするライスなら無理もないかなって。あれ？これは。お手紙だ。お姉様の筆跡でライスへって書いてある。お手紙からもお姉様の匂いがするから何者かが仕掛けた罠っていうことはないね。ライスへ。今日は文化の日ね。そうだよね。それで学園もお休みだからライスもお姉様のお家にお泊まりしたんだもん。文化の日といえば AK ラーメンよ。そんなファインさんしか知らないようなこと当然のように言われてもライス困るよ。もしかしたらライスは知らないかもしれないけど今日は町田商店という AK ラーメンのお店がお得なサービスを実施しているの。そうなんだ。ライス知らなかったよ。町田商店は文化の日に年に一度の感謝祭として1日限定でラーメン並みが1杯500円で楽しめるわ。もちろん税込みよ、ありがたいわね。まあ500円と歌っておいてワンコインから足が出るとなんだか微妙な気持ちになるよね。それはそうとしてお姉様の1杯も500円にならないかな。2杯で1000円ならとってもリーズナブルだよね。いいな。東横とかにそういうのいないの？知らんけど。町田商店の感謝祭はここからが本領発揮よ。なんと醤油味と塩味も選び放題。選び放題って2種類しかないよお姉様。きっと今ライスは選び放題って2種類しかないよって思ったんじゃないかしら。さすがお姉様、以心伝心一心同体だね。正直ワンコインで提供されるラーメンなんだから味は指定されていても文句は言えないところなのに選ばせてくれる町田商店の優しさが五臓六腑に染み渡るわね。そんなに？多分スープは店舗ごとに売れ行きを考慮して必要な量を用意してるだろうし選ばせてくれるのは別に普通のことなんじゃ。それに片方が売り切れになってたらもう片方を選べばいいだけじゃないかな。俺は絶対に醤油味しか食べないってやつはそうそういないだろうしな。ただでさえワンコインセールなんだからアレルギーがあるとか特殊な状況じゃなきゃじゃあ塩でいいかってなるよな。日頃のご愛顧に感謝を込めての全力営業に報いるため私もこれから町田商店に行ってくるわね。お小遣いを置いていくからライスも美味しいものを食べてきてね。そんな。なんで？ライスも連れて行ってくれればいいのに。トレーナーより、9時55分。9時55分。ついさっきだ。お姉様の匂いをたどれば十分追いつけるね。そんな犬娘じゃないんだから。馬娘がトレーナーの匂いに対して異常なまでに鼻が利くことはもはや常識だろう？ここから一番近いお店はトレセン学園のすぐ近くのお店だけどあそこは学園関係者は全員出禁だから。目星はついたね。そっちのお店に行く前提で匂いをたどってお姉様に追いつこう。トレセン学園が府中だとして一番近い店舗ってどこだ？三鷹かな？そこそこ距離はあるがトレセン学園はルール無料だからな。お姉様ライス。ひどいよお姉様、ライスを置いていくなんて。ちょっとライス落ち着いて、どうしたの？お手紙を読んだんだよお姉様。ああ、そうなのね。どうしてライスを置いていったの？よくも自分だけ美味しいもの食べようとしたね。おっと、なんだちゃんとお土産にクソでけえ肉まん2つも用意してんじゃねえか。うわ
このクソデカ肉マンかぶりつこうとしたライスの小さな顔を飲み込むように挟み込んできやがった。下品なクソデカ肉マンの僧帽にライス飲まれて溺れちゃう。助けてお姉様。ライス、天下の往来で米米亭はやめなさい。お姉様が起こしてくれればこんなことになってないんだよ。私も悩んだんだけどね。ライスがあまりにも気持ちよさそうに眠ってたし起こすのも気が引けちゃって。置いていかれる方が悲しいよお姉様。それは悪いことをしたわね。許してちょうだい。でもライス聞いてちょうだい。私の理屈はこうよ。町田商店は文化の日の感謝祭キャンペーンでたくさんお客さんがいるはずなのよ。普段高いからラーメン食べないっていう人もここぞとばかりにたかりに来るんだよね。ライス、思うのは自由だけれどそういうことを言っちゃダメよ。たくさんのお客さんがラーメンを食べにやってくる中でライスを連れて行ったら、ライスはたくさん食べるんだから他のお客さんに迷惑をかけることになるかもしれないでしょ。それは大丈夫だよお姉様。どうしてそう言い切れるの？だって説明書きにあるよ。お一人様一杯のみって。でもライス、麺マシ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 くらいはするじゃないの。そうだね。さらにフルトッピングしてネギ茶丼も食べるでしょ？そうだね。ダメよ、町田商店の感謝の気持ちは数多くの人に伝わるべきなの。ライス一人で感謝の気持ちを受け止めちゃ他の人に申し訳ないわ。わかったよ。そういうことならライス食べる量を調整するね。ライスそんなことできたの？もちろんだよ。大食い派の馬娘だったらみんなできるよ。そうだったのね。この報告はスペちゃんにとってはショックだった。実際イベントで賑わってるところにサプライズで有名人が現れたらさらに混乱して迷惑になるかもしれないよな。でも日本人ってそういうところはわきまえてないか。遠慮して声かけたりはしないんじゃない。ライスシャワーが町田商店にいたくらいは SNS でつぶやくかもしれんが。でも、なーに？お姉様。ライスって朝はパン派でしょ？いきなりラーメンはきついんじゃない？確かにパン派なのは間違いないけどそれはあくまで第一党として存在しているだけなんだよ。どういうことかしら？ライス議会の中には朝ラーメン派のライスもいるんだよ。そうなの。知らなかったわ。もちろんお米派もいるしスムージー派もいるよ。要するに何でもいいのね。つまりそういうことだよ。そう。これからは気をつけるわね。約束だよ、お姉様。わかったから、安心して。それよりもライス、私を追いかけてきたということはつまりそういうことなのよね。ライスもラーメン食べたい。ラーメンライスということかしら？ライスも含めてトッピング、麺増し、ネギ茶丼はいつも通りお金がかかるわよ。そうじゃないよお姉様。ライスはラーメンライス嫌い？嫌いじゃないよ。ライスラーメンライス食べたい。ややこしいなもう。ライスも一人称がライスなばっかりに。たまに私も使うがライスの方がライスらしいよなやっぱり。美味しかったね、お姉様。そうね。なんといっても普段880円のところが500円だもん。差額の380円分美味しさがプラスされてたよね。ライスは情報に旨味を感じるタイプなのね。それだけじゃないよ。え？ラーメンをすするのに邪魔にならないよう髪をどけながら食べるお姉様の存在がさらに旨味成分を増加させたよ。そう。よかったわね。何にせよライスが嬉しそうでよかったわ。次に町田商店の感謝祭があるときはちゃんと誘うから一緒に行きましょうね。絶対だよ、お姉様。はいはい。ライスもラーメンを食べるとき髪をかき上げると思う。それは美しいと思う。ライスはラーメンよりもパスタの方が似合いそうな気がする。でもラーメンおじや食べるライスも見たい。ライス、どうしたの？お姉様、ラーメン食べすぎてケツがでかすぎるよ。なんですって？そういう意味でライスを誘ってるの？モラルをわきまえてよお姉様。やっぱり連れて行くのやめようかしら。お疲れ様です、ライスさん。ブルボンさん、今日はありがとう。今日はライスのお姉様が外せない要件があるからって一緒にトレーニングさせてもらっちゃって。気にすることはありません。私にとっても有意義でした。待たせたな二人とも、車に乗ってくれ。今日は11月5日の55デーだからな。55カレーに行くしかないだろ。ライスシャワーもカレーが嫌いってことはないよな。それは大丈夫だけど。ブルトレさん、ライスも一緒に行っていいの？はっはっは、子供が遠慮するものじゃないぞ。
それに食事ってのは人数が多い方がうまいんだ。ライスさん、マスターの言う通りです。それにライスシャワーのトレーナーもうまいもの食ってるだろうしな。え？なんだ？知らないのか。あいつ今日はゴルメンを食べてるはずだぞ。ゴルメン？ゴルメンはゴーゴーカレーと同じく毎月5のつく日にイベントやってるんだよ。セール価格で1杯600円だったかな。以前は500円だったはずなんだが物価高騰してるし仕方ないよな。ライス、誘われてない。次に町田商店の感謝祭があるときはちゃんと誘うから一緒に行きましょうね。そうか。町田商店じゃないからな。町田商店って異常に味濃くない。横浜店だけかな。薄めにすりゃいいだろ。お前の頭と同じで。なんでそんなひどいこと言うの？馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。